これはね、人それぞれ顔が違うように考え方、物の見方が随分違ってきます。しかし合気道をやってますとね、自分の欠点がよく分かるようになってきます。大体人間は自分のことを知っているようで知ってないんですね、自分自身のことを。合気道をやることによって自分の欠点、例えば自分が運動神経がこういうところが悪い、物の考え方がどうも自分主義になってしまう。周りがいて自分っていうのがいるっていうことを何か合気道によって分からせられる気がしますね。それから合気道は試合がないですからね、試合がないから目的っていうか目標というか、それがどうしても薄らいでしまう。そこでまず自分に勝つ、例えばどういうことかというと、朝稽古があったとすると朝はどうしても眠気に負けてしまう。それを自分で打ち勝つ、まず自分に勝つ稽古ですね。もっと大きく言えば気力を養成する武道。相手に攻められることに対する考え方がものすごく強かった。ですから技そのものも随分激しく乱暴な技が多かった。ところが合気道になってからは随分その合気道の技が柔軟性を持ってきました。だから優しくというか、幅広く物事を理解するような合気道になってきたんじゃないでしょうかね。昔はこういう稽古法が多かったんですけど、今はもっと広がるような稽古法が、その広がるというのは柔軟性が出てきた人間にね。一番心配するのは合気道はどうも基本的なものが薄らいで、表面的なその格好を見せるというような、ちょっとこれから相当しっかりしてないと合気道のエキスが薄くなっていくようなね。昔は極秘武道だったのは今はオープンにして誰でもできる武道にはしてますがね、これがかえって合気道のエキスを薄める良い素晴らしいものが少し消えていくような気がしますね。そこを我々は気をつけて、息子なんかにしっかり柔軟性が出てきた。大事なのは自分の気力、誰でも持ってます。人間は気力の養成、それから柔軟性、これはもう頭も肉体もそうです。柔軟性、もう一つは強さですね。その気力と強さっていうのはつながるかもしれないんですけど、自分の意志の強さ、この3つを強くしていく。これはね、インドのガンジーという首相が昔いました。この人は肉体から出てくる強さではなくて、精神から出てくる不屈の精神、これが人間は一番強いと言ってました。私も同じことを感じます。不屈の精神、負けない精神。だからこれは人に負けないよりもまず自分に負けない。そうすれば人に対しても強い自分が出せます。これは強さだけ、腕力の強さだけじゃない、精神的な強さですね。